若い人に入ってきてほしいなっていうふうにすごい思ってます。ベテランさんがやっぱり多いので、そこで成功した体験があるからこそ、説得力のある考え方だったりとかやり方が、あると思うので、それも大事だと思うんですけど、一方で、時代が変わっていったりとか、あと新しいやり方っていうのもどんどん生まれてくると思うので、そこの新しい意見とかアイディアとかがどんどん出てくる土壌にしていかなければならないかなっていうふうに思っています。ボーカゲームスタジオの松下達也と申します。プログラマーで主にプレイヤー周りの制御などを行っています。ゲーム業界に入ろうと思ったきっかけは、中学生、小学生ぐらいの時にやってた、サルゲッチュ2っていうゲームが、きっかけです。それをやって最後にスタッフロールを見た時に、ここに乗ってみたいなっていう思いがなんとなくその時に芽生えて、年を取るにつれて、だんだんその思いが強くなってきて、大学もゲーム業界入りたいなと思っていたので、情報系の大学の学部を選んだりとかしてゲーム業界に入ったっていう感じです。ソニーインタラクティブエンターテインメントに入ったのは大学院卒業した後ですね。2017年にSIのジャパンスタジオというところに入社しました。半年の研修期間を経てあるプロジェクトに配属になったんですけど、2年半ぐらいそのプロジェクト続いたんですけど、途中でプロジェクト中断というか凍結という形になって、残念ながらリリースまで行くことができませんでした。その後1年ぐらい経って、ちょっとこの先どうしようかなって考えて悩んでいて、で、転職活動も始めていて、何社か受けていたんですけど、その時に当時の上司であった中村さん、今のボーカゲームスタジオのテクニカルディレクターの方なんですけど、富山さんが新しくスタジオを立ち上げるんだけど、一緒に来ないかということで、お誘いを受けまして、で悩んだ末に、ボーカゲームスタジオに入ったという形になります。ボーカゲームスタジオに入るかすごい迷ったんですけど、入った決め手としては、やっぱり、もう少しジャパンスタジオの人たちと一緒に仕事してみたかったっていうところが一番大きかったのかなと思います。で、自分もそういう新しいタイトル、新しいゲーム要素を持ったタイトルに携わって、リリースまで行けてスタッフロールに乗れたら、最高だなと思ってボーカゲームスタジオに入りました。コンセプト聞いた時はジャパンスタジオらしいなって思って入ってよかったなっていうところがまず第一印象です。他に見ない斬新な要素を持っていて、やっぱり魅力を感じていたので、ボーカゲームスタジオに入ってもそういうタイトルに携われるんだっていうことが分かったので、すごい嬉しいなっていうふうに思いました。舞台の話をすると香港なんですけど、僕はボーカゲームスタジオ入る前に、香港に旅行しに行ったことがあって、そこで思ったのはすごい魅力的な街、独特で、いろんな文化が混ざったというか、そこが舞台というところにも、魅力を感じています。朝礼は全員参加して全員が発言するという形になっていて、昨日やったことと今日やることの予定ですねを最初にみんな一人ずつ言っていくみたいな感じになっていて、特別なお知らせとかがあれば、そこで全員の前でそういう話がされるという感じになっています。その後にゲームデザイナーさん中心のミーティングになってまして、前の日に実装されたものの確認だったりとか、これからの作業ですり合わせが必要な部分があったらちょっと確認を取って、後の時間で話そうねみたいなことをしています。どっちかというと朝礼よりももうちょっと密度の濃いというか、
ゲームを作っていく上、どちらかというとアクションとか、イベントとかその辺を作っていく上で必要なコミュニケーションをそこで取っているという形になっています。ホラーとアクションっていうと場合によってはちょっと相性が悪い部分もあるかなというふうに個人的に感じていて、アクションで敵を倒すっていうことは敵に勝てるだけの力を持っているということなので、それだけ恐怖は薄れる部分もあったりするのかなと思ってちょっと不安ではあったんですけど、ゲームの作り方によってはどうとでもなるかなというふうには最近感じていて、例えばアクションの部分とホラーの部分を明確に分けて、この部分はホラーを楽しむ部分、この部分はアクションを楽しむ部分みたいな感じで場面で分けてあげることで両立できるんじゃないかなって思いました。富山さんの作品に、サイレンという作品を作られてきてて、ホラーを期待している方ももちろんたくさんいると思いますし、アクションゲームが好きだという方も、かなり多くいらっしゃると思いますので、その方々に届くような、ものが作れればなというふうに思っています。やっぱり新しいゲーム、新しい要素を持ったゲームを作るっていうのは大変なことだと思っていて、苦労が結構あるし、悩み事はかなりあります。進捗とかもちょっと大丈夫かなという思うようなパートがあったりもするんですけど、コンセプトとなる要素はぶれないと思うので、そこに向かって頑張って突き進んでいけばなんとかなるんじゃないかなっていう気持ちではいます。午後はどちらかというと人と話すということがかなり多いですね。で、せっかくスタジオに1時間かけて往復2時間かけて出社するので、そこにいる人たちと話をするっていうのを大事にしています。プレイヤーのアニメーターの三宅さんと、密に話をすることが多くて、三宅さんからもここ気になるからこうしたいんだけどっていう提案も来るし、僕の方からもここのアニメーションこういう風にしてほしいんですけどっていうアイデアを出したりとか、お互いにこうしたらいいなっていうことをぶつけ合いながら、キャッチボールしながらやってってる感じがすごいいいなって思っていて、コミュニケーションの濃度がやっぱ違う気がしていて、大事な話とかはなるべくスタジオで顔を合わせて話すようにしてますし、なんで週1週2で出社できる環境っていうのは改めてすごいいいものだなっていうふうに思ってます。懸念していることとしてはやはり物量ですかね。やろうとしていることの規模とプロジェクト人員とか、スケジュールとか予算の規模とかの、バランスが離れているというか、ちょっとタイトな、感じかなというふうには思っています。マネジメントの方ももちろんそのことを認識していらっしゃいますので、これからどうやって広げた風呂敷を収めていくかっていうところを今の段階から意識されているんだと思ってます。それもその自分たちだけで何か決めようとしているわけじゃなくて、チームメンバーにアイディアとかあったらどんどんちょうだいよみたいな感じで意見をちゃんと吸収してくれるっていう土壌があるので、自分としてもすごい意見が言いやすいですし、ちゃんと聞いてくれるので、その点ではすごいありがたいなというふうに思ってます。薬師で自分が携わるプロジェクト2つ目になるんですけど、1個前のプロジェクトは途中で凍結されてしまったので、1本も出せてないっていうのが現状なんですね。自分的にはそれがすごい辛くて、一刻も早く自分のキャリア1本でもタイトル多く出したいっていうところが
あるので、まずはこの薬師をちゃんと完成させるってところが一番の、目標ではあるんですけど、その上で一人前の、ゲームプログラマーとして世の中にちゃんと自信を持って出せるものとして、薬師を完成していきたいなというふうに思っています。次回以降とかその次とかことは悩み中ではあって、で、いろんな選択肢があるかなと思っていて、僕がゲーム業界に入ったのってゲームを作りたいからなんですね。プログラマーとしてだけじゃなくて、もうちょっと広い視野を持って次のタイトルに臨みたいなというふうに思っていて、さらにその先ですね、10年後とかはディレクターをやってみたいという気持ちが、数年前から結構強くなっていて、で今のうちからちょっと準備を始めていて、10年後はディレクターになって一本ゲームを出せるようになっていたらいいなというふうに思っています。